それでは始めていきたいと思います。2021年版 AWS セキュリティ対策全部盛り、初級から上級までというタイトルで喋っていきます。よろしくお願いします。簡単に自己紹介します。臼田圭介と言います。クラスメソッドでシニアソリューションアーキテクトとして普段は AWS のコンサルティングをやっています。特にセキュリティに関するですね、お悩みの相談が多いです。あとはセキュリティチームというところのリーダーをやっていたり、AWS 公認インストラクターという形でトレーニングをやったりしています。社外ではですね、セキュリティ上手、AWS のユーザーグループですけれども、これの運営をやっています。好きなサービスは Amazon Detective 探偵のサービスになっております。こちら今日扱っていきます。普段はですね、右上の紫色のスパイダーマンのアイコンでブログを書いています。今日のセッションのテーマなんですけれども、すべての人にセキュリティをという形のテーマになっています。タイトルでも結構幅が広い話になってたと思うんですけれども、AWS のセキュリティ対策全部盛り、初級から上級という結構フォーカスの広い話を持ってきています。はい。できる限りすべての人にですね、セキュリティを伝えたいというふうに思っていますので、皆さんの周りの人にですね、はい、ぜひセキュリティを伝えてもらえればなというふうに思っています。そんな時にですね、私のブログでシェアしていただけると大変ありがたいです。今日のスライドなんですけれどもですね、とにかく枚数が多いです。45分枠いただいてるんですけれども、213ページありますんで、めちゃくちゃバババって喋っていきます。なので、細かいところは全部後からスライドで確認してください。私がこの45分で皆さんに持って帰ってもらいたいのは、私が喋ってるコンテキストとか、自分が後からチェックしようと思ってるところをですね、とりあえずメモっておいていただければと思います。で、スライドを見たりするところよりも、その私の話を聞くというところですね、そこにフォーカスしていただければと思います。で、流れとしてもですね、長い前説した後に初級、中級、上級という順番の流れになってますので、皆さんがどのくらいの段階に今いるのかですね、考えていただいて、どの級ですね、初級、中級、上級、どれを聞くのか、どれをメインで聞くのかみたいなところをちょっと意識していただければと思います。長い前説は全員必須になってますので、ちゃんと聞いてください。よろしくお願いします。というわけで、前説から入っていくんですけれども、まず、なんで長い前説必要なんだにゃというところがあると思いますけれども、ここをしっかりと押さえてください。はい。例えばですね、AWS のセキュリティの話をするんですけれども、その前にまずちゃんと情報セキュリティですね、学んでおかないといけないですよね。これもちゃんと押さえていきます。それから小手先の技術だけ学んでも意味がないわけですね。根本的なセキュリティの考え方、これを押さえていただく必要があります。それから何のためかわからないセキュリティ対策、これ結構よくあると思うんですね。これ本当に意味あるんですかとか、何のためにやってるのかわからないみたいなセキュリティはセキュリティじゃないです。はい、正しく意味のあるセキュリティ、これを学んでください。それから後付けのセキュリティ、これはですね、効果が非常に限定的になりますから良くないです。必ず設計から組み込まれたセキュリティ、これを押さえていく必要があります。はい。それから、一人で頑張るっていうのは良くないです。一人で頑張っても何の意味もありません。全員で取り組む。これが大事です。はい。それから、人力で頑張るっていうのも意味がないです。精度の高い機械に任せてください。自動化。これが大事です。はい。人は必ずミスをする生き物です。それを前提に設計をする必要があるので、なるべくやることはですね、人がやるのではなくて、精度の高い機械にやってもらうというところですね。人はもっと別の高度なことをやるというところになります。あとはですね、これも結構勘違いされている方多いんで、訂正させていただくんですけども、オンプレミスの代わりに AWS を使うみたいなのは、全然 AWS とかクラウドの使い方ではないです。クラウドの恩恵を最大限受ける。これが AWS を使うための基本的な考え方になりますので、これを間違えないようにしてください。というわけでいろんなお話をしたんですけれども、小手先だけじゃないですね。原則をちゃんと押さえていただく。これがセキュリティをやっていく上での最初の一歩になりますので、この話をもう少し深く掘り下げていきます。まだまだ前説続きます。はい。というわけで、ここで皆さんちょっと考えていただきたいです。10秒ぐらいですね。時間ないので10秒ぐらいで考えていただきたいんですけれども、皆さんが守りたいもの、セキュリティでセキュリティ対策をやって守りたいものってそもそも何なんですかっていうところです。これちょっと考えてみてください。そもそも守りたいものが何なのか、これちゃんと皆さん意識して、普段の業務とかですね、セキュリティ対策取り組んでますでしょうかというところです。10秒ぐらい経ったんで、次いきますね。はい。ここではですね、いろんな視点があると思うんですけれども、守りたいものの一例ですね、ざっくり挙げてます。大きくデータとか利用者、顧客ですね、あるいは会社みたいなところがあったりするかなと思います。データの中では機密情報とか、顧客のデータとか、あるいは個人情報、あるいは金銭に関わる部分だとクレジットカードの情報とかですね、あとは利用者の視点ですと、SNS とかだとアップロードした画像とか、そういったコンテンツとかありますよね。あるいは会社だと業務システム、あるいは業務そのもの、それから会社自体、企業イメージ、ブランドなん
なんかも、守るものの対象だと思います。それからもちろん従業員や資産、お金といったところですね。こういったところもあると思います。で、これらがですね、どんなところにあるのかというところも考えていただく必要があります。これも大きな意味でですね、守りたいものに含まれると思います。大体こういったデータがあるところとかですね、サーバー、データベース、ストレージ、あとは個人の端末、PC とかですね、あるいは物理的な紙とか、直接データになっていないという場合もあると思います。というわけで、この守りたいものですね、まずこれを確認していくことが必要になります。それがどこにあるのか、誰が責任者で、誰が管理しているのか、これ責任者と管理しているっていうのを分けてますけれども、責任を持っている人と実際に管理をしている人が別の場合も結構あります。責任を持っているのは結構偉い人ですけれども、管理をしているのはエンジニアであったりしますけれども、これもしっかりと分けて考える必要があります。あとは誰がそれを利用できるのか、アクセスできるのか、今どういうふうに状態になっているのか、その状態がすぐ分かるのか、こういったところですね、守りたいものを把握して、これを資産と呼びますけれども、資産の洗い出しをして特定して管理するというところですね。これができてないと、守るべきものは分からないで、ふわふわしたセキュリティ対策をやることは全く意味がないんですね。まずは何を守るためのセキュリティなのか、これを考えていく必要があるというわけで、守るもの、資産の洗い出しをする。これがファーストステップになります。そしてですね、どんな脅威があるのかというところですね。これも考えていく必要があります。皆さんが先ほど洗い出した資産ですね。これに対してどんな脅威があるのか、これもちょっと考えていく必要があります。で、情報セキュリティという観点での脅威を挙げていくとですね、例えば情報漏洩するというところですね。それから金銭の搾取、あるいは提供しているサービスが止まってしまう、改ざんされてしまう、なりすましされてしまう。いろいろあります。これも情報セキュリティで扱う脅威の、一例ですけれども、こういったものに対してどうすればいいのかっていうのを考えていく。これがセキュリティ対策ですね。で、この脅威を理解したらですね、次考えていくこと、リスクになります。脅威はですね、脆弱性というものと掛け合わさって初めてそのリスクが顕在化してくるという考え方をします。脅威というのは大体ですね、その外的な要因ですね、先ほど言っていたような外部の攻撃者が情報漏洩しようとするとか、金銭を搾取しようとするみたいな感じになったりします。一方で、それが実際に攻撃が成功するかどうか、これは自分たちがどういうふうに守っているか、その守れているレベルですね、これが脆弱性ですけれども、これの具合にかかってきますと。脆弱性が大きいと、どうしてもリスクも大きくなってしまうと。はい、リスクが顕在化する可能性が高くなるというところですね。そして、ここに資産の価値が加わってきます。守りたいものも価値によってですね、リスクの大きさが変わってくるわけですね。当然、守るべきものが非常に大事なもの、価値が高いものであれば、リスクは高くなります。そして、脆弱性ですね。これを減らしていくことで、リスクを低減するということができるんですね。で、外部の脅威、攻撃者が攻撃してくるっていうのはコントロールが基本的にできないものです。内部の脅威の場合にはですね、一部コントロールが部分的にできますけれども、外部の脅威は基本的にコントロールできないので、いかに脆弱性を減らしていくか、ここがセキュリティ対策の肝になってきます。脆弱性を減らして、リスクを低減していく。そして、それを考えていく上で、その資産の価値、これが大事になってくるというところです。例えば、一つのリスクを取り上げてみます。サーバーのデータが漏洩してしまうというところですね。これに対して根本的な対策はやはりそのサーバーに対するですね、データに対するアクセス制御の部分になります。このアクセス制御をしっかりやっていかないとデータが漏洩してしまうというところですね。ただ、これ以外にも他にもいろんなアプローチはあるですね。例えば補助的な対策として DLP、データ漏洩防止のシステムですね。こういったものを入れるみたいなこともあるんですが、根本的な対策としてアクセス制御ができてないのに DLP を入れるっていうのは間違っているわけですね。まず最初に根本的な対策、そしてその後に補助的な対策がいろいろあるという形です。順序、優先順位、これを間違えないでおく必要があります。で、これが洗い出せると設計にセキュリティを組み込んでいくことができるというところですね。で、リスクの大きさ、資産の重要性とか、脆弱性の大きさ、こういったところで優先順位を立てて順番に対応していく。これがセキュリティ対策になります。もう一つお話ですね。セキュリティの責任、誰にあるのかというところですけれども、もちろんセキュリティ担当者だけではないわけです。開発者、運用者、監査人、経営者とかいろいろありますけれども、全員セキュリティのことを考えないといけないです。全員セキュリティ担当です。はい。ただ、全部のことを考えなくてもいいです。必要な人が必要な範囲を考えるというところですね。その責任範囲が大事になっています。ただ、セキュリティは全員の責任になっています。で、基本的な知識と最新の情報をしっかりと押さえていただく必要があるというところですね。セキュリティの原則、ここにいくつか挙げてます。最小形、人間多層防御とか、あるいは複雑なシステムは守りにくくなりますので、シンプルにするとかですね。人はミスするので、それを前提に作るとか、そういったところがあったりします。そして、どんどん新しい情報もキャッチアップしていくという必要があります。セキュリティの原則はですね、NIST のサイバーセキュリティフレームワークとか、そういったドキュメントでも提供されていたりするので、そういうのを見たり、あとは攻撃者の気持ちとか、そういうのを理解したり、AWS の特徴を理解して使ったり、便利なセキュリティサービスを使ったりですね。あといろんな情報にありますから、それを活用してください。ユーザーグループですね、上手 UG とか、あるいは Google っていうのは非常に大事なキャッチアップになっています。
というわけで、セキュリティ対策はですね、敵を知って、己を知って適切な対策をしていくという必要があります。ちなみに、こういったセキュリティ自体のですね、考え方とかの話はですね、情報処理安全確保支援士の試験は結構私、バランスいいかなというふうに思っているので、もしこういった話に深く興味があればですね、ぜひ、情報処理安全確保支援士の勉強してもらうといいかもしれないなと思ってます。あとは AWS のメリットですね。AWS 使っていただくので、AWS のメリットが何なのかっていうのを意識していただいて使っていただく必要があります。例えば、AWS のジャパンのサイトではですね、クラウドが選ばれる10の理由っていうサイトが上がってます。俊敏性とかですね、アジリティとか、あるいはマネージドサービスを使った高いセキュリティを確保とかですね、運用負荷の軽減とか、そういったところがあるので、こういったものをちゃんと活用して取り組んでいくということがセキュリティの第一歩になっています。AWS の特徴を無視したですね、使い方は絶対しないようにしてください。というわけで、長い前説をしました。ここまで大丈夫ですか？はい。皆さんがしっかりとキャッチアップしていただく内容になります。はい。ここからはですね、皆さんのレベル別に順番に初級からですね、お話をしていきます。まず初級、AWS を始めるというところですね。もしですね、今日のセミナーですね、これから AWS を始めるんだぞっていう人がいたらですね、ぜひここからちゃんと聞いてください。セキュアにやっていく必要がありますという話ですね。まず AWS を始めたいけども、何もわからんけど、適当に始めればいいか。こんな課題があるかもしれません。絶対に適当に始めたらダメにゃ。という形です。はい。昔ならいざ知らずですね、AWS に関する情報めちゃくちゃたくさん出ているので、ちゃんとキャッチアップをしてから取り組んでください。で、何を知る必要があるのか、AWS の脅威です。はい。AWS を間違って使うとですね、誤った情報の公開をしたり、あるいはアクセス権利をですね、相手に与えてしまうので、アカウントを乗っ取られたりとか、情報漏洩につながったりします。あとはですね、資金ですね。AWS、良くも悪くも重量課金の仕組みになっています。安く始められるんですけれども、ちゃんと管理していないと攻撃者にアカウントを乗っ取られて、EC2 バンバンバンって立てられて、コインマイニングされますので、月末気がついたら何百万とかの請求が来るみたいなことがありますから、絶対に AWS の脅威ですね、ちゃんと認識して、キャッチアップしてから始めてください。はい、ただ、こういう話をすると、ちょっと AWS 危ないんじゃないかっていう煽りに聞こえるかもしれないんですけれども、ちゃんと使えば逆にもっと安全に使えますので、ちゃんと知って使ってください。で、AWS をこれから始めるっていう人は、まずこれを押さえていただきたいんですけども、AWS 利用開始時に最低限押さえておきたい10のことっていうですね、ドキュメント、AWS 公式から出ていますので、まずはこれをキャッチアップしていただいたり、あるいはですね、弊社のこのイベントでですね、デベロッパーズ IO2021 ディケイドで動画セッション出る予定になってますので、こっちもチェックしていただければと思います。で、これだけ丸投げするとちょっとあれなので、いくつか抜粋して説明していきますけれども、まず最初にですね、ルートユーザーを使わないように、IAM ユーザーを作って MFA で封印していくというところでですね、あとはいろんな使わないといけないサービスあります。クラウドトレイル、コンフィグ、ガードデューティー、セキュリティア、バイオマックスアナライザー、ディテクティブ、こういったところを使っていく。それから、ウェルアーキテクテッドフレームワークですね。AWS のベストプラクティス集ですね。これをきちんと読むというところですね。で、IAM の説明とか、これ、チップスなんですけれども、すべての開発者はですね、Git Secrets っていうやつを入れておくと、アクセスキー漏洩防止できますので、これ使ってください。はい、それから、クラウドトレイルの話とか、コンフィグの話とか、はい、ウェルアーキテクテッドフレームワークの話とか、いろいろ書いてあったり、あとですね、ウェルアーキテクテッドのドキュメントの歩き方っていうブログがですね、ウェルアーキテクテッドフレームワークを初めて読む方も、熟練者ですね、普段から結構よく見てますっていう人もですね、非常に役に立つブログになってます。初心者はどうやって読めばいいのかっていうのが理解できて、熟練者はこのブログですね、早引きに使えるので、めちゃくちゃ優秀なブログです。私、めちゃくちゃ使ってるので、ぜひ皆さんもこれ見てシェアして、めちゃくちゃ使ってください。拡散してください。という感じで、ささっと流しましたけれども、AWS のセキュリティを、AWS を始めるセキュアにというところのまとめですね。最初にやるべき理解することはもう本当に情報がいっぱいあるので、まずはちゃんとキャッチアップして、そこから始めましょうというところです。では次行きます。これも初級編です。システムを作るセキュアにというところです。AWS よくわからんけど、オンプレと同じセキュリティ対策でいいよみたいな課題があったりすると思います。あるいはオンプレもわからないので、とりあえずざっくりなんとなくイメージにあるセキュリティ対策でいいやろみたいなことがあるかもしれないです。原則としてはセキュリティ対策はですね、一緒なんですが、AWS ではですね、AWS の仕組みを使うといろいろ便利になるにゃというところで、それを使っていく、覚えていく必要があるわけですね。はい。AWS でシステムを構築するメリットですけれども、調達可能、すぐに調達できます。スケーラビリティがありますというところや、マネージドサービスで責任範囲が低減されるとか、あるいは、オンプレミスだとなかなかできないですね、細かいアクセス制御ができたり、あるいはいろんなセキュリティサービス群がありますというところです。はい。というわけで、様々なサービスを知って便利に活用してください。
はい、AWS のセキュリティの話をするとですね、この責任共有モデル、これがよく出てくるかと思います。明確な責任範囲が決まっています。AWS 側が結構物理的なインフラストラクチャーとかのセキュリティのですね、面倒を見てくれますので、利用者側は上で使うもののことだけ心配すればいいという形で、非常にセキュリティの責任分解点が明確になって、かつ AWS にいろんなことを任せられるというのがよくわかる図ですけれども、この図は結構見たことあるよという方多いかもしれないんですけれども、責任共有モデルですね、他にもいくつか図があります。で、これはですね、サービスによってですね、この責任分解点が違うという特徴があるというところを押さえていただく必要があります。例えば、AWS のオブジェクトストレージのマネージドサービス S3 ですね。S3 の場合には、ほとんどオブジェクトストレージ、そのストレージとして API で利用するというところ、部分以外は、逆にインフラストラクチャーをあまり意識する必要がないわけですね。S3 が動いている基盤のパッチ当てとかですね、そこの冗長化、可用性の確保みたいなところは全部 AWS がやってくれてます。はい、あるいはですね、そのレプリケーションとか、クロスリージョンのバックアップとかですね、そういったことは、機能で簡単に使うことができるようになっています。で、こういった形ですね、顧客に責任を、上の部分は適当にやってくださいという感じではなくて、ちゃんと仕組みもいろいろ提供されているので、そういうのも便利に使っていくというところですね。責任の境界線がサービスごとに違うというところと、マネージドサービス、特にいろいろ面倒を見てくれるので、これを有効に活用するというところを覚えてください。一般的な Web 環境ですね。例えばこんな構成図で作りますと。あったとします。はい。図はちょっと引きなので、パッと見よくわかんない方もいらっしゃると思うんで、そういう方は後でブログで見ていただければと思うんですけれども、3層のアーキテクチャですね。で EC2 はパブリックのサブネットに置かないで、ちゃんとプライベートに置いてください。で、昔は踏み台サーバーを立てて、そこから SSH していたと思うんですが、今 SSH のために踏み台サーバーを立てるっていうのはナンセンスです。SSM セッションマネージャーという機能で、SSH しないでシェルアクセスをするという方法があります。これ最強です。はい、絶対これを使ってください。あとはクラウドフロント S3 とか WAF とかを使ったりですね、マルチ AZ でちゃんと冗長化する、オートスケーリングで可用性を確保する、こういったところをしっかりやってください。で、こういった話はですね、JAWS Days 2019でもお話をしたので、こちらの記事も参考にしていただければと思います。ここではですね、軽く各コンポーネントのチップスみたいなところをお話ししていきたいと思います。まず、コンピューティング EC2 というところですね。先ほどお話ししましたけれども、パブリックなところに EC2 を置くとかなり危ないので、絶対に攻撃経路をなくすためにですね、プライベートに置いたり、あとはパッチ管理ですね、脆弱性管理。今日もアパッチの脆弱性出てましたけれども、それの管理非常に大事だと思いますから、絶対にやってください。はい、であとは SSH はセッションマネージャー使ってください。で他にもマルウェア対策をするとか、いろいろあります。最近というほどではないんですけれども、EC2 に対する攻撃手法の一つとして SSRF っていう攻撃があります。サーバーサイドリクエストフォージェリーという攻撃ですけれども、詳しくは説明しませんけれども、それの対策として、インスタンスメタデータサービス V2 っていう機能が出てきたりしていますので、こういったものも設定していく、もう一つのセキュリティ対策になっています。これですね、すべて設定するのは結構ハードルが高いんですけれども、できるのであればやった方がいい対策になっています。あとはコンテナですね。コンテナは基本的に一番下にあるんですけども、NIST の SP800 の190というドキュメントにコンテナのセキュリティ対策の考え方、どういうふうにやっていくのかというのがまとまっていますので、まずそれを見ていただくといいと思います。IPA で翻訳したドキュメント出てますので、日本語のドキュメントあります。それ見てください。はい。で、AWS では便利な機能いろいろあったりします。ファーゲートを使ってもらうと責任範囲が上がったりですとか、あるいはリポジトリのイメージスキャンとかがあるので、こういうのをちゃんとやってください。あと、ログの出力ですね。はい。こういったチップスはブログにあります。ラムダですけれども、ラムダですね、ラムダのクレデンシャルも結構攻撃者に抜かれやすいものになってますので、ここの認証認可しっかりやってもらったりとか、ラムダ直接公開しないでください。API ゲートで必ずフロントに入れて、ラムダ自体はプライベートにしてください。はい。で、与える権限ですね、最小権限にしてください。続いてネットワークですね。ネットワークはなるべく細かく分割をしてください。いろんなシステムを相乗りは良くないです。それからセキュリティグループとネットワーク ACL の使い方はちゃんと押さえてください。データベースですけれども、RDS とか DynamoDB とか責任範囲が上目のやつですね。自分たちでやらなくていいことが、多いものを使ってください。EC2 の上にデータベース立てるのは結構大変なので気をつけてください。あとは通信経路の暗号化とか、漢字の暗号化とかですね、IAM によるアクセス制御とか、バックアップとか、そういったところをちゃんとやってください。で、ストレージ S3 ですけれども、S3 はですね、いろんなアクセス制御の機能があるので、それについてしっかりと理解していただく必要があるんですが、一番最初に押さえるべきはパブリックアクセスブロックの機能になっています。とりあえずこれでなんとかなりますので、まずこれ押さえてください。はい。あとはバージョニングとか、オブジェクト、上書きさせないようにするオブジェクトロックとか、いろんな機能あります。あとはセキュリティベストプラクティスのドキュメントですね。これもしっかりと更新されているドキュメントなので、これもちゃんと見てください。あとはですね、ユーザーからファイルを S3 にアップロードしてもらうっていうシステムがある場合には、ちゃんとマルウェアスキャンをしてください。で、昔はですね、EC2 たちで頑張ってスキャンとかしてたんですけども、今はサーバーレスにラムダを使って S3
の丸やスキャンできる素晴らしい仕組みがあるので、これ使ってください。OS ミドルはとにかく脆弱性管理ちゃんとやってください。AWS の仕組みを使うと、インスペクターと SSM パッチマネージャーっていうのを使うことでパッチ当てできるんですけれども、フューチャーバルスっていう基盤がめちゃくちゃ使いやすいので、とにかくそれを使ってもらうのがおすすめですという形で参考に買ってます。アプリはユーザー側の責任です。頑張ってセキュアに作ってください。はい。で、徳丸本を置いてるんで見といてください。っていうと、丸投げなんで、もう少し解説をすると、他にもいろんな便利な機能があって、例えば認証基盤とかコグニトを使っていただくと、自前で実装しなくて済みます。コグニトのアダプティブ、アドバンストセキュリティという機能で、通常と違うログインが来たら止めるとかですね、あるいは漏洩したパスワードを使ってたら止めるとか、そういうのができたりするので、そういうのを使ってもらったり、あるいは AWS ワッフ使ってもらうとか、シークレットマネージャー使ってもらうとか、そういったところが大事ですという形で参考ブログ貼ってます。あと、モニタリングとロギング、こういったところもちゃんとやってください。いろいろ新しい仕組みもあったりするので、それも活用してください。参考になるダッシュボードの例とか、あとですね、これ結構面白いので、チップスなんですけれども、シンセティクスっていう合成監視のサービスにビジュアルモニタリングっていう機能が最近追加されました。これはですね、アクセスしてスクリーンショットを撮って、そのスクリーンショットが前とどれぐらい差分があるのかっていうのを比べて、結構変わってたらアラートを出すみたいなことができるんですね。結構面白いので、これも使ってみてください。でこういったシンセティクスみたいな新しいモニタリングのサービスも含めて、3、4時間で学ぶことができるですね、ワークショップがあるので、これも使ってみてください。コンテナとかサーバーレスとかもしっかり解説しています。あとは貯めたログですね。S3 に貯めたなら、アテナで見ましょうというところです。という感じですね。クラウドフォーメーションとかを使って自動化するですね。人はミスするんで自動化するっていうのは大事です。というわけで、初級、ここまで初級です。皆さん大丈夫ですか？これ全部初級ですよ。ここまでできてないと皆さん初心者ですから、はい、ちゃんと全部やってください。というわけで、まとめですけれども、それぞれのレイヤーでですね、原理原則をしっかり守って、便利な AWS サービスを駆使して、快適なセキュリティ設計、実装運用、こういうところをやってください。というわけで、よく知って継続的に改善していきましょうというところです。ここから中級の内容になります。AWS のセキュリティを維持するというところです。とりあえず、パッとセキュリティをそれぞれ守っていけばいいというところは理解できたと思いますけれども、今ちゃんと、この状態で AWS 全体がセキュアな状態かわからん、こういった課題があると思います。これはですね、自動で AWS 環境をチェックするなというところで、自動でやっていく仕組みありますから、まずこれをやってください。はい、セキュリティを維持する仕組みですね、いくつかあるんですけれども、AWS Config Rules っていうサービスが肝になっています。で、これは危ない状態を検知して、アラートして自動修復するっていう機能があるので、こういうのをぜひ使ってください。で、これをしっかり活用するためのサービスがセキュリティハブっていうものになっています。あと、他のアクセス制御系のものもちょっと紹介していきます。まずですね、セキュリティチェック、人で頑張るっていうのは愚策ですね。はい。人でやったらもう全数チェックできないので、サンプリングしてですね、ちょこっとずつチェックして OK かどうか判断するとか、人手だとどうしてもそうなっちゃうんで、そうじゃなくて、全部セキュアですよっていうのを確認するためには、ちゃんと自動的な仕組み、めっちゃ便利なのがあるんで、それ使ってください。で、それはですね、このブログに全部書いてあります。AWS のセキュリティチェック方法を考えてみたってやつですね。このブログに全部まとまってるんですが、詳しくはこっちを見てください。で、さっくりとだけですね、紹介していきます。はい。まず、コンフィグっていうサービスなんですけども、コンフィグはですね、AWS の各リソースの設定状態を確認するサービスです。どの時間に何から何に設定が変わったよみたいな差分を管理してくれてます。この変わった差分をですね、コンフィグルールズっていうもので、それがいいのか悪いのかみたいなチェックをすることができます。で、それを使ってですね、自動修復する仕組み。AWS のシステムズマネージャーのオートメーションという機能と連携するんですけれども、これで自動修復できます。例えば、SSH のポートを開放してますというセキュリティグループがあったら、コンフィグルールで検知をして、SSM で元に戻す。ポートを閉じるという形ですね。こういうのが自動化できたりします。で、この仕組みはですね、ブログに書いてあるので、これ見てください。で、この仕組みを応用していくんですけれども、コンフィグルールズを使うサービスですね、コンフォーマンスパックスっていうのと、セキュリティハブっていうサービスがあるので、どれ使ったらいいのみたいな結構悩まれると思うんで、どれがいいんやとなるというところですね。はい。というわけで、私のレコメンドとしては運用性と手厚さからですね、セキュリティハブがおすすめになっています。で、いろいろ利点書いてるんですけども、図でざっくり出すと、まずスコアリングですね、わかりやすく出てきたり、ですね、ルールとかリソース単位で、どうしても運用中ですね、これは例外ですね、みたいなのがあると思うんですね。この例外登録がセキュリティハブだとできるようになっています。あとは対応しているチェックするですね、サービスの範囲が非常に広いです。はい。これ30種類ぐらいあります。はい。それから自動修復の仕組みも対応していますという形で参考になるブログいろいろ書いてあります。あとは AWS オーガニゼーションですね。複数の AWS のアカウントをまたがって管理する仕組みとかもあったりします。はい。で、セキュリティハブをまず基本的には使ってください。で、これでも完璧ではないので、例えばですね、サンプルテンプレート使いたいとか、自分たちのルールセットをガリガリ使っていきたいとかですね。あるいは自動修復の仕組みですね。これも AWS で用意したものもあるんですけれども、独自で作ったものを使っていきたいみたいな場合とかには、コンフォーマンスパックを使っていただくと、こちらはですね、柔軟性が非常に高いので、セキュリティハブまず使って、ここちょっと足りないなって思ったら、コンフォーマンスパックも使っていただく。こんな感じで詰めていただくといいです。これからですね、
こういったコンフィグルールズ、セキュリティハブの仕組みでチェックをしていってもですね、IAM の細かいポリシーの部分ですね、こういったところはですね、細かくチェックできなかったりするんですね。で、それをどういうふうにやっていくかという話になります。例えばですね、AWS の利用が促進するとですね、様々な人に IAM の権限を渡して委任していく必要がありますと。開発者 IAM の権限ないとですね、非常に開発やりづらいので、権限が欲しいという形になると思います。はい。でですね、ただそれを出していくと不安なので、まずはですね、特に危ない外部共有の設定、こういったところをアクセスアナライザーという仕組みでチェックできますので、まずこれ使ってみてください。IAM アクセスアナライザーはですね、今、IAM の話をしたんですけれども、実際は IAM だけではなくてですね、例えば S3 バケットとか、あとはラムダ関数とかですね、外部に公開することができる様々なリソースですね。これらが本当にそのユーザー、あるいは不特定多数の人に見せて大丈夫なのみたいなところをチェックしていくためのサービスになっています。外部公開することができるリソースですね。下の方にリソース1がありますけども、これらが本当にその人に公開しても、あるいは不特定多数の人に公開しても大丈夫か、これをチェックしていきます。わかるようでわからないイメージ図はこんな感じになっています。真ん中にですね、アクセスアナライザーがあって、各リソースのポリシーをチェックしてくれますよという仕組みになっています。よくわかるブログもあるので見てください。で、続いてですね、IAM の、権限昇格の対策ですね。開発者に IAM の権限を渡した場合にですね、自分自身で権限を強くするみたいなことができてしまいそうにゃという課題があると思います。こういったものをですね、パーミッションバウンダリーという仕組みで権限昇格を防止することができます。パーミッションバウンダリーがですね、IAM ポリシーの境界線というふうに呼ばれているんですけれども、このパーミッションバウンダリーに書かれていることしかユーザーできなくなるという仕組みがあるので、ポリシーのガードレールですね、これを設定できるようになっています。で、このパーミッションバウンダリーの最大のメリットはですね、例えば開発者にIAM の作成権限を渡しますと。で、開発者が作る IAM、例えばラムダ用の IAM ロールとか EC2 用の IAM ロールを作るんですけれども、この作った IAM にもそのパーミッションバウンダリーをつけることを強制することができるんですね。で、そうすると作られた IAM ロールにIAM の操作ができないパーミッションバウンダリーをアタッチすることで、IAM の権限を持った開発者が作った IAM ロールも操作ができないという形でチェーンすることができるんですね。制約をつなげることができる。自分が作ったもののさらに子供に対してもですね、適用することができるという、これがパーミッションバウンダリーのメリットになっています。これによって権限昇格ができなくなるというところですね。なので、ぜひですね、開発者に IAM の権限を渡したいでも心配だなという場合には使ってください。はい。実際の使用例とかもあります。はい。というわけで、中級 AWS のセキュリティを維持するというところのまとめです。とにかくですね、セキュリティハブ使ってください。自動で動くセキュリティチェックの仕組み、まずはこれを使っていただくと幅広いサービスですね。いろんなサービス全体をチェックしてですね、危ない設定がないかチェックできます。そして、アラートを受け取って自動で修復する仕組み、これもぜひ使ってください。人手でやると大変ですから、運用を自動化するというところですね、ぜひ取り組んでください。はい。そして次、インシデントに対応するというところですね。これも中級になります。こんな課題があるかもしれません。攻撃されているかそもそもわかんない。あとは気づいても対処の仕方がわからん。こういったところがあると思います。ですね、そう思っている人はですね、ぜひ一度ちゃんとやってください。AWS の脅威検知はですね、めちゃくちゃ簡単なんですね。すごい簡単な仕組みでできるので、恐れずにチャレンジしてください。ここではですね、Amazon Guard Duty という AWS の脅威検知のサービスですね。例えば、EC2 でコインマイニングしてるとか、IAM が不正に使われてますよ。S3 に不審なアクセスがありますよ。こういったところを検知してくれるサービスですので、まずはこれで検知をします。そして調査ですね。Amazon Detective というサービスは、ログの調査めちゃくちゃ簡単にできるようになっています。ログを関連付けて簡単に見れるように可視化してくれます。あとはですね、ユーザーガイドにどういうふうに対応したらいいよってしっかり書いてありますので、これ見てもらえれば大丈夫です。というわけで、優秀なセキュリティサービスといろいろありますので、漏らさず対応してください。はい。で、実際にどんなふうにやっていくか。まずは、インシデント対応の心構えというところですね。セキュリティハブとか使っていただくと、危ない設定を確認できますので、未然に何か問題が起きる、インシデントが起きるっていうところを予防することができるんですね。防止とか予防頑張っていてもですね、インシデント起きるときは起きるんですね。なので、起きた後にどうするかっていう対応ですね、ここの部分をしっかりと作り込んでおく必要があります。ニストのサイバーセキュリティフレームワークではですね、これを検知、対応、復旧というコアになっています。はい。これ日頃から準備しておく。これが大事です。はい。で、先ほどから西トのサイバーセキュリティフレームワークの話をしているので、これの話をちょっとさせていただくと、真ん中にちょっと日本語で書いてありますけど、左から識別防御、検知、対応、復旧というふうに書かれています。この5つの要素ですね。これに応じたセキュリティ対策、それができているのかっていうのを、セキュリティ対策のですね、状況を確認するためのフレームワークになっています。はい、自分たちがちゃんとできているのかを考えるための指標ですね。この5つのコア機能ですね、識別防御、検知、対応、復旧、この5つのコアと各サブカテゴリーですね、いろんな対策書いてあります。これができているの
のかっていうのを自分たちの会社に、自分たちの組織に当てはめて考えていくことで自己評価ができます。そしてこの右上の部分ですね、ちょっと注目していただければと思うんですけれども、ここです。対応と復旧のところに、対応計画の作成、復旧計画の作成って書いてあります。計画ですね。はい、これが大事です。ちゃんとみんな計画できてるかにゃというところです。まずこれをやっていく必要があるわけですね。というわけで、インシデント対応の計画を考えていきます。計画を立てる第一歩ですね。まずは何が起きるのか知らないと計画立てられないですよね。というわけで、まずどんなインシデントが起きるか、これを知ってください。そうすると対応を検討することができます。というわけで、ここでガードデューティーの話になります。先ほども少しお話ししましたが、脅威検知のサービスになります。AWS では様々なログありますけれども、クラウドトレイル API の実行履歴のログですとか、VPC フローログ、VPC 流れるログですね。あとは DNS のログ、EC2 とかがどんな DNS クエリをリクエストしたか、こういったところをチェックすることができるんですけれども、これですね、バックグラウンドで自動で収集してくれるんですね。利用者がこういった基盤にログを入れるみたいなことをやらなくても、AWS の仕組みでバックグラウンドで勝手に収集してくれて、それを処理してくれて、アラートを出してくれます。なので、ポチッと有効化するだけで、脅威検知できてしまうんですね。というわけで、できてないなっていう人は、まずガードデューティーをポチッと有効化してください。全リージョン、全アカウントで有効化してください。これは必須になっています。すべての利用者がやるべきことですね。はい。で、AWS ではですね、様々な脅威インテリジェンスを持っていたりとか、機械学習で異常検知とか、そういった仕組みを持っていますので、これでアラートが出てくるという形です。で、難しそうだなって思うかもしれないんですけれども、ざっくりと3種類の検知タイプがあります。IAM タイプ、EC2 タイプ、S3 タイプですね。はい。こうやって聞くと割と簡単かなっていうふうに感じられると思います。で、どんなものあるのかっていうところですけれども、IAM タイプだと不正なログインがありますよとか、あとは漏洩したクレデンシャル使われてますよ。IAM ロールとかですね、IAM ユーザーのアクセスキーが漏洩してますよとかですね。あるいはクラウドトレイル止められましたとかですね。EC2 だとコインマイニングされてます。あるいはマルウェア感染して C2 サーバーと通信してますとか、ブルートフォース攻撃受けてます。あるいはブルートフォースしてますみたいな感じですね。してますってことは乗っ取られて送る側になってるってことなんですけれども、あるいは S3 バケットですね。バケットなんか変に公開されてます。あるいはトアからアクセスしてきてますとかですね。こういったものを検知してくれてます。はい。で、対応方法ですけれども、ガードデューティーの画面からですね、参考リンク貼ってあって、そこから辿るとですね、解説書いてあります。で、どんな内容なのか、どういうことをチェックしないといけないのか、そして対応するにはこういうことやってくださいみたいな感じがめちゃくちゃわかりやすくですね、書いてあるので、このユーザーガイド見てもらえれば、大体対応方針立てられるようになっています。で、ざっくりとですね、対応する方針3つ作っておけば大丈夫です。はい。それぞれの IAM EC2、S3 タイプですね。それぞれで作っておけば大丈夫です。IAM タイプは認証情報をとにかく無効化する。EC2 はですね、EC2 を隔離保全して調査をするというところですね。それから S3 はアクセスキーに絞るというところです。これも少し説明していきます。まず IAM タイプの初動対応ですけれども、IAM ユーザーの場合にはアクセスキーが漏洩しているので、それを無効化したり削除するというところが最初の対応になります。でですね、これ知らない方結構多いので、図にスクショが貼ってあるんですけども、IAM ロールはですね、アクセスキーというものが存在しないんですけれども、代わりに一時的なですね、STS トークンが払い出されていますので、このセッションを無効化するということが必要になっています。で、無効化するにはですね、IAM ロールの詳細画面に行っていただいて、セッションの無効化っていうタブ開いていただくと、この赤文字ですね、赤いボタン、アクティブなセッションの無効化というボタンがありますので、これをポチッと押していただくと、その一時的なセッション使えなくなりますので、まずこれを押すっていうのが最初の対策になります。で、これらをやった後に、続いて調査ですね。クラウドトレイルで何をされたのかですね。その IAM の権限を使ってどんな操作をされたのかを調査していくという流れになります。なので、まずはこれをちゃんとやるようにしてください。EC2 の場合にはですね、まずは隔離をしていきます。セキュリティグループを変更してですね、隔離をしていきます。セキュリティグループはですね、何かレコードを書くと許可になるので、全部レコードを削除したセキュリティグループを作っておいてください。これでインターと両方ともできなくなります。で、続いてバックアップの取得ですね。マイバックアップ取得していただくと、スナップショットも一緒に取れます。で、調査なんですけれども、調査はですね、正直皆さんやらないでください。初心者が手を出していいことではないです。なので、プロに任せた方がいいです。で、任せられるプロに依頼するっていうところのフローまで確立しておくと、準備としてはですね、一旦いいかなと思います。できるなら自分でやってもいいんですけれども。はい。ちなみに自分でやる場合ですね、セキュリティ会社が実際にこういうふうに調査してますよみたいなブログ書かれているので、こういうのも参考にしてください。続いて S3 ですね。S3 の場合にはとにかくアクセス権限が広くなっていることがほとんどなので、まずはアクセスを絞るようにしてください。で、アクセス制御の手法、いろいろあるんですけれども、オーバーラップして使える仕組みとしては、パブリックアクセスブロック、この機能があります。これを編集して全部オンっていうふうにしていただければ、とりあえず外部公開は全部止められますので、まず初動としてはこれを設定するみたいなのが一つ対応手法として挙げられます。というわけで、この3つの種類ですね、とりあえず3つの種類作り込んでおけば、なんとかなりますので、まずここまでやってみるっていうところですね。これをやってください。で、どんな風にガードデューティ運用したらいいかっていうブログもありますので、これもチェックしてください。
はい。あとですね、エスカレーションフローを決めておくとかですね、ログちゃんと集めておこうとかですね。あとはですね、これ初動対応として非常に大事なんです。もうアラート上がった時にアラートと一緒に何しなきゃいけないのかのチェックリストとかが見れるとすぐに対応しやすかったりします。緊急のものとかがあるとですね、テンパりますので、なるべく普段通り作業できるようにっていう仕組み作り、これが結構大事です。で、インシデントとはちょっと違うんですけども、クラスメソッドでですね、AWS の障害を検知した時にどういうことをやってるかみたいなところですね。これも運用上参考になると思うんで、載せてあります。どんなことやってるのかみたいなところとかですね、これ実際に去年の10月に発生した AWS の障害の対応例ですけれども、とか、アラートを出すための仕組みとかですね、オートメーションの仕組みとか、あとはどんな動きしてますよとか、どんな準備してますよみたいなブログもありますので、こういうのもぜひ参考にしてみてください。というわけで、対応方針分かれば怖くないので、ちゃんとそういうのをやって、対応計画作っていきましょうというところです。はい。ただですね、詳細な調査も必要になってくると思いますというところで、ガードデューティーだけだとですね、細かいこと分からないので、そういう場合にはログです。はい。ログがないと調査できないので、ログをちゃんと集めておきましょうという形ですね。これが大事になってます。でとりあえず S3 に出しておけばなんとかなって、アテナを使って見ることができるようになってます。でも、ログを自分で調査するのって結構大変なんですよね。はい。なので、ちょうどいいログのクエリを探すのが大変とかですね、関連付け大変っていうところがあるので、もっと簡単に調査できないかにゃというところで、Amazon デテクティブが出てくるという形ですね。Amazon デテクティブも各種ログですね、取り込んで、分かりやすいグラフに可視化してくれる、これが非常にいいサービスになっています。なので、今までだとこのサイバーセキュリティフレームワークの検知と対応の間の調査の部分ですね、ここでいろいろログを見せたのが、デテクティブで全部解決という形になっています。デテクティブの特徴なんですけれども、内部のデータベースが GraphDB というものを持っていて、各エンティティとの関連性でこれを解決してくれるんですね。なので、関連付けがめちゃくちゃ簡単にできるというところです。例えば、これ S3 バケットの画面なんですけれども、この S3 バケットを作ったのが誰なのみたいなユーザー名とか出てきて、そのユーザーが何してるのみたいなのを辿ったりですとか、あるいは、このバケットに絡む API の実行、こんなものがありますよという形で検索したりとかできるようになっています。あとは、このユーザーですね、どんな API 実行しているの、どこから実行しているのみたいなのを GeoIP ですね、マッピングしてくれたりとかします。こんな感じの便利な機能ですね。はい、ぜひ見てみてください。デテクティブの機能を解説したブログも上がってます。これ動画で解説します。というわけで、調査のつらみはですね、デテクティブが吸収してくれますので、ぜひ使ってください。はい。で、とはいえですね、これでもまだまだ足りない場合には最終的に自分で生のログを見ていく必要があるんですけども、そういった場合にはですね、例えば CEM のソリューションですね。これは CEM Amazon Open Search Service っていうですね、オープンソースの CEM のソリューションになっています。これですね、AWS の各種ログを取り込んで、こういった可視化するダッシュボードですね、最初から作り込まれてますので、これぜひ使ってみてください。フリーさんもですね、これ1年ぐらい運用されてるんですけども、セキュリティ上手のイベントで喋ってもらって、動画もありますので、ぜひそれも聞いてみてください。はい。あとはですね、サードパーティーのラドウェアっていう製品も、このインシデントのですね、関連付けとかを簡単にやって、一番左側ですね、原因ですよっていうのが分かったりする、直感的に分かったりするサービスもあるので、見てくださいという形で、こんな感じですね、インシデントの対応なんですけれども、まず何が起こるかですね、これをしっかりと知って準備計画をしてください。で、人でやるのは辛いので、インテリジェントなサービスですね、ちゃんとこれを使ってください。はい。そしてようやく上級編です。最後ですけれども、組織全体でガバナンスを効かせるというところですね。課題としては、AWS のアカウントが増えてですね、利用者が増えてくると管理が行き届かないなというところがあると思います。これはですね、基本的にはこれまでの取り組みの応用だにゃというところで、ここまで紹介したですね、セキュリティチェックとか、クラウドフォーメーションを使った自動化とかですね、テラフォームでももちろんいいんですけれども、とかを使って全体にそれを提供していくというところ、それからですね、全体でどういうレベルでやっていくのか、これを計画とかですね、基準とかでしっかりと統一していく、これが大事になっています。とはいえですね、これだけでも辛いので、AWS の、ね、全体管理の仕組みとかですね、こういったものを活用してください。というわけで、アカウント集約管理するための仕組み、いくつか紹介していきます。まず AWS オーガニゼーションズですね。これは複数の AWS アカウントをまとめて管理する仕組みですけれども、SCP、サービスコントロールポリシーという強制的なですね、アクセス制御の機能が重要です。で、これを使った例ですね、例えばクラウドトレイルを無効化しちゃダメだよとか、ガードデューティー止めたらダメだよみたいなことが適用できたりします。で、これを使い分けたりすることができます。オーガニゼーションの参考になる記事とか、あとはですね、いろんなサービスと連携できますよみたいなところが上がっているので、確認してください。EC2 ですね、すべてのアカウントに展開している EC2 の情報を一元集約して管理するみたいな仕組みもあったりします。でですね、オーガニゼーションの使えないのよっていう場合もですね、クラウドフォーメーションのスタックセッツっていう仕組みを使っていただくと、オーガニゼーションなくてもマルチアカウントで連携した自動化できますので、クラウドフォーメーションのスタックセッツ、オーガニゼーションがもし使えなくても、ぜひチェックしてください。
はい。あとはですね、こういった全体管理の仕組みですね。昨年の AWS サミットで、ビジョナルさんっていう会社さんがテラフォームでやってますよっていうのを説明してたりする記事もありますので、こういうのも参考にしてみてください。あとは全体のアクセス管理、AWS SSO シングルサイン用の仕組みとかを使うことができます。はい。シングルサイン用の仕組み、これオーガニゼーションと連携する必要があるので、オーガニゼーションズない場合にはですね、ジャンパーカウントっていうやり方があったりするので、こういうのも参考になります。あるいはサムルを使うとかですね。それから、コントロールタワー。オーガニゼーションと連携してですね、よりいろんなガードレールですね、セキュリティ的に強制するものとかを自動で展開する仕組み。コントロールタワーはですね、ID 管理、ガードレール、ベースライン展開、ログの管理、監視とか、こういった仕組みが組み込まれているので、オーガニゼーションズよりもよりいろんなことをやってくれる仕組みになっていて、詳しくはこちらで解説しています。弊社ですね、コントロールタワーの記事いっぱい書いてありますので、こちらまでぜひ見てください。ただですね、こういった機能ですね、機能も大事なんですけども、全体にガバナンスを効かせていくっていうのは機能だけではないんですね。組織の人みんなで協力が必要になるというところですね。はい。例えばですね、全体をクラウドを促進するための仕組みとして CCOE という組織を立ち上げる会社さんいっぱいいらっしゃいます。で、これはですね、クラウド推進をしていくための組織なんですけれども、構成は様々です。バーチャルな組織にして部門団の人を集めたりとか、TX 推進チームみたいなのを作ってやる場合もあります。とにかく大事なのは、クラウドのスピードに合わせてこれ変わっていくっていうところが大事です。構成例でね、こんな感じのものがあったりします。はい、大事なのはですね、いろんな人が入る必要があるわけですね。インフラエンジニア、セキュリティエンジニア、アプリケーションエンジニア、あるいは経営層に訴求することができるリーダーとかですね、そういった人たちが必要です。で、いろんなことですね、ガイドライン作ったり、トレーニングしたり、勉強会やったり、いろんなことをやってきますけれども、これは会社さんによって違います。で、一つの参考例としてですね、塩野義製薬さんの参考例、CCOE の立ち上げの参考例ありますので、このを見てください。それからですね、AWS に関わる様々な部門の人たちですね、こういう人たちもしっかりと意識をしていただく必要があります。セキュリティ部門、調達部門、監査の部門、いろんな人、AWS に関わっていると思いますけど、これらですね、全部業務を効率化することができるんですね。セキュリティ部門は自動化された仕組みの展開、こういったところできますし、調達部門ですね、AWS の払い出しを API で自動化してですね、簡単にやっていくですとか、あるいは監査ですね、先ほどのセキュリティチェックの仕組みとかで全体をですね、すべてチェックしていくことができます。仕組みでチェックするですね。Excel のチェックリストをいちいち人に書かせたりとか、判断に迷うような項目とかですね、これどうするんですかみたいなやり取りしなくていいわけですね。これを自動化された仕組みでできるわけです。みんな等しく効率化できますので、こういった仕組みをですね、AWS に関わるすべての人がやっていく必要があります。例えばですけれども、クラウドオーディットアカデミーというクラウドの監査について学ぶためのコンテンツ、AWS からも出てたりするので、こういったリソースもぜひ活用してください。はい。というわけでですね、AWS の全体管理ですけれども、AWS に関わる人すべてがビルダーです。はい。すべてがセキュリティの担当者ですし、すべてがビルダーなので、ちゃんと気にしてくださいというところですね。周りを巻き込んでください。というわけで、上級のまとめになります。全体管理の仕組みとクラウドの恩恵を受ける組織の形ですね。仕組みと組織、両方ともちゃんと大事です。はい。これをやって全体管理、効率よくやっていきましょう。というわけで、最後の全体のまとめになります。はい。まずはですね、変わらないセキュリティの考え方ですね。これがないと、セキュリティ対策ができませんので、まずそこをやってください。で、AWS のメリットをちゃんと押さえていただいて、便利なサービスたくさん紹介させていただきました。まだまだいっぱいありますけれども、それを活用して、とにかく自動化、そして仕組みだけではないです。組織でもちゃんと最適化してください。全員ビルダーで全員セキュリティ担当者だというところで、私のセッションは終わりにしたいと思います。